旋律と結晶のミュージックビデオ撮影シーン、楽屋でのやり取りやスタジオの風景を撮影していく。ミュージックビデオ撮影では茜の恋する表情にこだわりながら撮影が行われている。先生の方見てる。先生目見てない。見てないとからクッて目が合う。そうすると恋する。それを客観的に見て、私先生のこと好きだったんだってなるから、これ結構ちゃんと恋して、はってなんかドキッてなってくる。もしくは、あかりちゃん最初ちょっと、この辺から振って先生に。ずっと先生が振って。一回こうやって、もう一回でいけた。誰が食べてるの？できなかった。めっちゃいいじゃん。なんか泳いでんじゃん。もうちょっと。俺でも多分後半は笑ってる。晴れた。無理だ。マシャ君重心だけちょっとこっち側。はい。あ、そういうのそういうの。いっぱい動いた方がいい。15秒動いてます。15秒。はい。ミュージックステイツでの雪乃と藤谷のステージ。音楽打ち合わせでは雪乃の初めての歌唱シーンをどう魅力的にするか話し合う。いいと思うし、その武君のように録音が入るところだといいと思っているけれども、ヤッフルさんはあえてそうしてないじゃないですか。そうですよね。こういう感じ。もう十分かっこいいんだったらいいよね。もう雪乃が十分それで魅力がもう分かるんだったら十分だよね。ちょっと雪乃のキャラを考えるとね。だからこれがないんだとしたらやっぱだから絵的なパフォーマンスとかで見せていくっていう。なんか一回相談してもいいと思ったんですよ。言ってること分かるんです。今こそで言うとこういうのなんですよね。でもやっぱなんかあってもいいとなって思うんですけど、どうですかっていう聞き方。ドラマの絵のことを考えたりする。前回からのブラッシュアップした音楽を聴き、藤谷と雪乃がコラボしているところを想像しながら楽曲のアイデアを出し合う。これのアレンジってヤッフルさんが最後までやってくれるんですか？そうです。それを今作業中って感じ？多分その音の派手さみたいなのが出てくると思うんですけど、そんなには変わらないです。ただミックスとか最終的な詰めは変わってくる。
とすると、やっぱなんか、M ステバージョンっぽく、ちょっとあった方がいいと思うんですよ。なんかそのグランドピアノでやるとなると、多分今ピアノのリバースみたいなのが要所要所に入ってるのは、ちょっとどうするのかとかいろいろ出てくる。ここ以外にあまり主張がないから、まあ、これをこういうグランドピアノアレンジにするっていうことかどうか。なんか最初にそういう瞬間があるだけでも全然いいと思うんですよね。そのポイントがあれば、ずっとグランドピアノアレンジの感じで進む必要はないと思うんですよ。やっぱ M ステバージョンを作った方がいいと思う。そうですね。そういうことなんですよ。この頭そう。どう捉えるんだろうっていうのが。でも藤谷がいなかったらこれでいいと思うんですけど。そうですよね。藤谷がいるんだったらこう始まんないと思うんだよね。レコーディングの日、まずは実際に歌っているシーンでの映像の構成を話し合い、レコーディングに臨む。あとね、結局雪乃が歌ってる声にみんなが探してる HS とかがハマってくるから、回ってるところをどう使うかっていうのが、まあ、ある程度編集で選びたいなっていうところもあるんではある。まあ、4話でも同じようなシチュエーションがあるじゃないですか。まあ、今度撮ると思うんですけど、その時は、まあ、グランドピアノがあったらすげえ近くにいると思うんですよね。だから、まあ、ちょっとそことは、まあ、全然ステージと、まあ、ブースとで全然違うんだけど、まあ、ちょっと違う感じにはしたいなとは思ってはいる。あれは赤手が見てないとあんま意味もないですしね。その近い距離。そう。ただ、その歌ってる最中のどっかの節で、なんかちょっとこう少し流して雪乃が見る。で、藤谷は、目線ちょっと合わせないっていうか、みたいなところは作りたいんですよ。暗い中アイコンタクトしたい感じですか？最初はね。だから、やっぱ最初まだ、雪乃さんの登場ですとか言ってる時はまだ暗くて、暗い中アイコンタクトがあって、刺して藤谷のピアノが始まって、要は、ちょっとどこにするかわかんないけど、この司会者がいろいろ説明してるところで、一回藤谷たちが舞台にスタンバってるっていう絵を入れようと思ってるっていう、そこで雪乃が藤谷に視線を送るみたいな芝居をしようと思ってる。それは結構暗い中でいい。そう、暗い中でいいと思う。青さん、あと、この雪乃は、こう、才能的にも、まあ、男性としても、ちょっとこう、藤谷のことを好きになっていく感じなんですよ。後ろでピアノを弾いて作曲してくれてる人が、のことに恋をしている。で、この歌を歌っている。みたいな感じなんで、ちょっとその人が作った曲。そう、作った曲で、なんかそれを舞台上で2人で歌っているっていう感じになってる。みたいなこともちょっと想像の中に入れてくれると嬉しいな。どうですか、たけるさん。素晴らしい。まあ実際はさ、多分1本のがいいと思うんで、なんか1本のとことダブルのとことかは最終的にもうちょっと計算しますけど。撮影当日、歌姫雪乃の圧巻のステージを作り上げるため、顔の角度にまでこだわる。光がつけたらマイクちょっと下げようか。そしたら多分こうならなくてもうちょっと力強い目になる。ちょっと下がそう、顎は引いた時にこういう声今よかった。こういういいよ。ここら辺いいと思う。音楽番組の本番中、茜が船に閉じ込められるまでの流れを話し合う。理想の流れとしては、茜ちゃんが一人でそのパーティーに行ってる。で、何かしらのこうピンチになる。それはまあ潔なのか、東野じゃない何かのなんか悪意でそうなる。で、それをなんかわかんない。俺はテンブランク3人が同時に現れるのがいい、面白い気してるんですけど、なんとなく。その後、
ミュージックビデオを見るラストシーンにつながるっていうのができると、綺麗いいですね。すごいいいと思う。まあ、なんかやっぱ演奏以外の何かを作って、ここではテンブランクかっこいいんだけど、演奏じゃないかっこよさが、人間としてのかっこよさがあって、でミュージックビデオで演奏してるところを見て好きだって思うというか確信する。会はどんどん成功してってるテンブランクを見て我慢できなくなった人じゃないと成立できない。でだからまあどこまでオンにするか置いといて、そのどっかのタイミングで潔と一緒に潰すっていうふうに思ってもいいかもわかんないけど。ノアはだからそのテレビ局の具体的なピンチみたいなもののアイデアが多分ちょっと必要になってきてるなっていう。今ちょっとその会の話が出たので、その音楽的に自分も音楽をやってた会のトラがどういうふうに意地悪するかって考えたら、ちょっとなんだろう、音楽がダサくなるとか、なんかなんていうんですか、音がちょっと悪くなるとか、なんか絶妙にいい音楽が作れないような環境のトラブルしそうだなって今ちょっと思ってたんですけど。一番いいのはそれが本番中に起きて、そうですね。その本番それをなんか起点を聞かせてなんか良くするみたいなのができて一番いいですよね。そうですね。茜のピンチをどう演出し、どう楽曲演奏までつなげていくか、具体的なアイデアを話し合う。なんか多分2パターンだと思ってて、一つはさっきの言ったドレスが落ちるとか、なんかもう決定的なピンチを登場と共に助けるみたいな、藤谷なり、まあ、誰かが助けるってパターンと、もう一つはどうしてもテンブランクに来てほしくなる、なんかここに彼らがいてほしいっていう状況になった時に船とかで現れる、登場パターン、どっちかな気がするんですよ。そうですね、そうですね。話はそれますけど、はいすいません。この前回この打ち合わせをしたなんか船いいじゃんみたいな打ち合わせをした夜に子孫のインスタのストーリーで船の免許取りました。本当に僕ですか？そう思ったんですよね。もしだから茜がなんか連れ去られたとかだったら茜を取り戻しに来るっていうのが成立するよねって話になって、だとするならば地上でなんかテンブランクの大事な生放送なのか何かがあって、茜がその船に乗ってしまう、なんか騙されてないか誘拐されてないか分からないけど船に乗っちゃうから間に合わないから、藤谷たちがこう取り戻しに来る茜を。で取り戻しに来て間に合わないからもうその船の上で演奏をしちゃう、生放送。リハーサルの合間で楽曲を演奏する船についてメンバーの配置を考えながら選定を行う。これで今ね、運転席だ。運転席こ上に坂本ここ。そう。ドラムってどこにあるんですか？今ここに入れようかな。どういうふうに腰掛けたいですか？まあヘリに腰掛かれればいいですか、もうちょっと低くてもいいんですけどね。ここに例えばなんかあってヘリにこういう感じで入れるとかでもいいんですけど、まあどういう加工ができるかどうかっていうのはちょっとあると思うんで、ちょっとなんかここにあれば、まあスピードはねかなりこれ出るやつで、でちょっといろいろこれは都合がかなりいいっちゃいいんで、横からはこう吹いたので、藤谷、茜、2人っていう感じでこういうものだし、船内での撮影の日、楽しくドラムを叩いている間に船が出港してしまい慌てる茜。そんな状況での茜の演技にリアリティを追求していく。ドア開けるとき多分開くもんだと思うんだよ普通に。だからあれってことだと思う。最初から開けないのを知ってる人に見た。カット。まあいいかな。はい、オッケー、グッドグッド。もう今までで一番良かった。インフルーズの後を継ぐ人出てきてね。やっぱ誰もさ飛行機から落っこったりしない。
行機から落っこちないか、映画は。それもそういうのやってみたい。それはもう結構鍛えてるとか動いてるんですか？全然動いてない。もともと何やってたんですか？もともとダンスやってそうなんですね。た。でも少林寺拳法やってた。プロレスはできないんで。いや、絶対できますよ。やっぱダンス得意な人うまかったですよ。まあそうか。とはいえ痛いんでしょ、あれ。めっちゃ痛いです。めっちゃ痛い。痛いよ。私も肩外れたりとか、腰捻挫したりするんです。なんか8歳以来なんだけど、肩外れるの。マジで。肩外れて、なんか試合のシーンの前に上がらなくなっちゃって、絶対試合取んなきゃいけないから、肩専門の病院みたいなところに連れて行ってもらって、すごい長い針で、なんかアスリートにしか針打っちゃいけないんですけどみたいなやつを。打ってはならぬ。打ってはならぬ針がある。アスリートだと思いますみたいな。刺されて、無理やり上げるみたいな。会場での撮影の初日、まずはリハーサルから。茜が助けを呼ぶシーンでの茜の行動を考える。ダメだってなんか膝から崩れ落ちるのかなってった時にふとなんか光が見えるのか当たるのか光が見える。まず船の人に話しかけるんだけど、誰か止めてほしい、戻ってほしいっていうことなんですよ。だからそういう意味ではこういうあっちとかそう人に言う動きは撮影本番、カメラの画角を相談しながら本番に臨む。最初もうちょい待っていいくらいかな。ここまで今ドライブしてくるよりかも上がってきたのを待ってる。ここでもはい、ちょっと最後全然持ってっちゃ悔しい、悲しい。今、呆然系じゃん。それでしゃがむまでのもうちょっと詰めよう。もう気持ちはいい感じで、みんなもやりたいけど、回すみたいな。会場での撮影2日目、藤谷たちが茜を船で迎えに行くシーンを撮影していく。テレビ番組の鳥にテンブランクが初出演するシーン。そこで演奏する約束の歌の楽曲を聴き、楽器の割り振りを決める。坂本がベースでもいいかな、持ってるの。キーボードはなキーボードよりなんか高岡がギター、茜がドラムだとして、坂本はいつも普段キーボードなのだが、で藤谷は多分何も持ってなくて楽器は。で坂本がキーボードでもいいんだけど、この楽曲聴くともうベースの方が鳴ってる。そうですね。むしろ今鍵盤は全部使います。だから坂本がベースを持っててもいいかな。はい。そしたらその部分でちょっとみんなが目をまさに合わせて、そうなる。でこのピンチの壁を乗り越えたぜじゃーみたいになると花火と一緒に気持ちいいかもしれない。戦場での演奏リハーサル。これは回していいんだ。
れじゃないっす。あれじゃないよね。犯罪者今からなんか事件起こすとかね。でも結局9割8分隠れてる。目からしかいない。サングラスした方がいい。サングラスあるんか。発想すると今船平行になってるんですけど、頭がグッて上がるので、そこだけちょっと気をつけてもらえれば、はい、頭がグッて上がってたのを体験してもらいやすいだろうし。それはちょっと全然問題はないです。じゃあそれはちょっと道中安全な海域でちょっとやっていきますか。俳優たちの安全を確保するため綿密に計画を立てながらリハーサルを行っていく。演奏中のメンバーの向きを確認しながらカメラの位置を考えていく。さっき見てたら背中にしてこっち側に茜ちゃんみんながいる感じの向きで結構時間長い時間できそうです。あの形が今のところこう囲んだ時にまだちょっとあれを長い時間やるんだったらそれ用に1回戦組むかなっていうか、まあそれをドローンで捉えてもいいんだけど、そこはねそんな長くは絶対ない。じゃあ撮影1日目。ワイヤーって1点でいけるんだけど。この歌いながらの時。もしやるとしたら。全然1点でも。コントという感情がとんでもない。そうですよね。でも結構前につんのめるが多いんで、つんのめるのをやりたいです。後ろにちょっと前にせり出すだけだな。もしかしたら最後の方で。船を走らせながらの危険が伴う撮影。安全に配慮しながら一連で演奏シーンを撮影していく。撮影した素材を確認し次の撮影に向け打ち合わせを行う。要は振り向いて茜を行くじゃん。その振り向く藤谷よりも今結構揺れててあれなんだから取れると嬉しい。それはもうカットバックで両方して多分その時の藤谷狙いの時に後ろでそう正面からそうだから茜方向の藤谷の茜方向から両方欲しい。藤谷は両方欲しい。撮影2日目。藤谷と茜の表情メインのカットを停泊した状態で撮影していく。会場で歌っているよう風や船の揺れにまでこだわる。なんかさ風がもうちょっとはいここら辺からやってもらってもいい？揺れは大丈夫？揺れは全然大丈夫だと思う。逆にあれぐらいは大丈夫。1回目も悪くない。悪くなかった。ミュージックステージの一番ラストの本当は藤谷の顔に行きたいんだけど後ろ向いてる。演奏終わりに向かって盛り上がりを作るためテイクを重ねる。だってそのオレンジってどうやってやるの？オレンジこっちはすごいオレンジ光。フレアのことフレアはね船の角度でその最後の使いの芝居のところでフレアがあるか。フレア入れたい入れたい入れる脱線しました。あえてちょっと表情見せるために切ったから海に入れる。風は見えるま
制限時間はもう5分で、一人笑ったら、その人が負け。負け豪華差し入れ。よいど。なんで閉じたんですか？開けた方がいいよ。そこかい。もう上だろ、普通。開けるなら。ここだけ開けてるやつ見たことない。マイクどこ入れるの？全然そっちもいいよ。めっちゃかっこいいですね。そうだ。こちら触った触った。はい、それがあれじゃない。セッティングするの。はい。それ高速しりとり。もう絶対そこでやらないといけない。俺から言うよ。リンゴ。ゴリラ。もうこれでこのテンポで言えなかった時点でも終了。頭悪かったらもう負けやん。じゃあ俺が絶対簡単なの回してやるから。全部なんか何だったら大体で。あ、こうにしよう。こだったらできる。そっちこう危ない。まあじゃあこうでしない。こは危ないでしょ。やってみよう。まあやってみよう。じゃあ俺から。じゃあ俺から。そうだ。いいよ。コーチ。ちゃんちゃんこ。こま。マリ。リュッコ。聞い取られすぎる。ちゃんちゃんこはファインプレーだったと思う。やっぱ早いんですよね。何？リリなんていっぱいあるよ。いやコードがある。リクルート。そうだから。やっぱ一番怖いの。しかも今死ぬ声だ。来たみたいな顔して。怖っ。しんど。本当に出たと思ったじゃん。出たって思った。そんな顔してたの？本気のやつじゃん。気をつけよう。来ると。マッチがこのね。じゃあさ、もうさ、1回負けたじゃなくても2回負けたにして。2回負け。2回負け。いきます。じゃあじゃんけんで最初はルビーは B で、ヨーヨーは4で。O とかにならない。ヨーヨー O とかルビー E だから E にはならない。ルビーだから B。オッケー。最初はグー、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽん。いや、決めて。時計が。じゃんけんしよう。いきます。はい。どのぐらいテンポいく？これでいい。140。オッケー、いきます。いきます。ペットボトル。ルビー。ディスコ。コアラッパ。パンツ。積み木。ラ。キツネ。根っこ。コアラ。ラッパ。パンダ。ラッあれ言わなかった？ラッパって出たっ一回振り返ろう。最初何から言った？ペットボトル。ルビー。ルビー。ビスコ。ビスコ。コアラ。ラッパ。ラッコ。ラッパ。ラッパ。で、なんつったパンツ。で、パンツ。積み木。積み木。じゃあラッパーでかぶってるか。積み木、キツネ、猫。根っこ。コアラ。コアラ。で、ラッパ。で、ラッパ。コアラ出てる。コアラです。あ、コアラ出てんじゃん。まさかのまさかのすごいコアラ出てました。ねえねえ、その前にさ、1個テンポ遅れたのなかったっけ？ちょっと怪しかった。若干怪しかった。あれはジャッジ。あれはジャッジ。裏で撮んなよ。ビスコ。裏で撮んなよ。うぜえ。1個置いたんだ。ビスコ。いやー、まあしょうがない。まあでも続けたのはみんなダメ。ダメだったらそれで考えてくれないと。じゃあ俺1でいいっすよ。コアラで1で。本当に1。それと下げいいじゃん。0.5にする。じゃあ0.5にしない。0.5だってそこで止まってた場合コアラがなかったわけ。
まあじゃあ点5点50.5じゃあ俺から言っていい？だってさ最初の人難しい単語言うのやめない？ちょっと不利じゃん。そうだよね。だからここにあったんだね。じゃあ最初の人はここのテーブルのあるものだけにし。あ、オッケー。おお。いきます。せーの。水。ズミ。ちょっと待ってだからなんでズミってしかもまた裏で取ったらいやこれ 1.5 じゃない。簡単。これはミスと裏で取るのいやいやいや。0.5いやだから今のは 1.5ね。1.5ね。もう次の 0.5 だ。こので水やばいの。ズートピアとか言えばよかった。ズッキーニ。ズッキーニ。いいね。じゃあ俺ゼラタン・イブラヒモビッチとか。あちょっと待って人の名前ある。あ、全員が知ってたら。イブラヒモビッチはさすがに知ってるよ。うん。自分の友達とかなし。そりゃそうだよ。よし、じゃあ、たける君から。せーの。コーヒー。ヒール。ルビー。インゲン。ちょっと待って。いや、この二人酔わない。いや、ちょっと酔わない。違う。続かないじゃん、全然。まず、B なのよ。いや、ちょっとマジで。まず B これ聞いてほしいんだけど。B。いきまーす。1.5だよ。1.5ずつ。またついてないよ。1.5、1.5。1.5よ。ごめんね、ちょっと。これを仕切り直すかどうか。仕切り直しだな。仕切り直しだよね。仕切り直しだ。いや、おかしいでしょ。画面変わるじゃん。噛んじゃってんじゃん、ちょっと。